笑顔が可愛く愛嬌たっぷり、でも舞台上ではセクシーな表情を見せてくれるジミン。可愛いけれどセクシーこのギャップに、アーミーは心をつかまれてしまいます。さらに、ジミンの魅力は性格の良さ。メンバーたちが悲しんでいたら真っ先に駆け寄り、そばで慰めてあげるとても優しい性格の持ち主です。ジミンの性格として、アーミーの間で一番多く聞かれるのが優しい性格です。今回は魅力たっぷりのジミンの性格についてご紹介したいと思います。メンバーは無人島に行くならジミンを選ぶ。2014年春、花での質問で、無人島にメンバーを一人だけ連れて行けるとしたらという質問に受け、J−HOPE、シュガ、テテはジミンを選んだことがあります。J−HOPEはジミンと一緒なら一緒に何かをうまく作れそうな気がすると言い、シュガは僕もジミンです。僕の言うことを聞いてくれるから、それに生命力があるから無人島でも生き残れる気がすると答えました。テテも僕も食べ物を探したりマッサージをしてくれたり、ジミンは本当に使えると思うと親友だからこその表現でテテはジミンを選んでいます。ちなみにこの時に他のメンバーの回答ですが、 RM は V、 うるさいから寂しくなさそう、ホビもいいですね、ポジティブだから生き残る希望があるよと言ってくれそうと答えており、明るい空気にしてくれる人がいいと答えていました。ジンはジョングク、体力があるし、いつも僕が必要なものを持ってきて助けてくれるからと答え、ジョングクもジンヒョンは料理上手だし、僕が持ってきたものをうまく扱ってくれそうと相思相愛の回答でした。シュガ、J−HOPE、テテから指名があったジミンはというと、僕は無人島には行きません、絶対にということでした。2014年に行われたシュガの10問実答インタビューでも、無人島で3年間生活しなければならないってなったら、メンバーの中の誰を連れて行きたいという質問にシュガは、ジミンを連れて行きたい。こき使う。冗談です。僕は口数多くないし、人を笑わせるようなタイプじゃないんだけど、ジミンは気さくで堂々としてるので、自分とよく合う。と答えていますし、2016年10月のテレビデイリーのリレートークでも、無人島に3つ持っていくならという質問に、パクジミン、無人島ではやってもらいたいことがたくさんあるだろうから。あとはベア・グリルス。イギリスの冒険家、サバイバル専門。生き残る術を教わらなくてはならないので。最後にライター。火がなかったら死ぬよ、と答えており、無人島に連れて行くなら、無人島に持っていくならという質問は、過去に何度か質問を受けていますが、シュガは、ジミンを連れて行くのは外せないようで、シュガからの信頼は絶大ですね。メンバーは、妹を紹介するならジミンを選ぶ。BTS メンバーは、もし妹がいるとしたら、BTS のメンバーの中の誰に紹介したいですか？その理由は？という質問を受けたことがあります。この質問に対し、ジン、シュガ、RM、J−HOPE、ジョングクはジミンと回答しました。ジンは、妹が怒ってもジミンは優しく微笑んでしっかり受け止めてくれるからと答え、シュガは性格は作られたものではなく純粋なので、妹にも優しく接してくれますと言い、実際に妹がいる RM は、その理由を正確に説明するのは難しいですが、彼は人にとてもよく接してくれるからですと回答しました。J−HOPE がジミンを選んだ理由は、彼は他人に対してとても思いやりがあるから、ジョングクは普通の人にはとても良い人です。だから彼女にもとても良い人だと思います。と答えています。自分の親族に紹介できるかどうか、しかも妹となると性格が優しいかどうかが重要になってくると思いますので、ジミンの人柄がどれほど優れたものであるかがわかりますね。
ちなみに、テテは J-HOPE を選んでいました。ストレスが溜まった時に必要とする人にジミンを選ぶ。BTS メンバーは、ストレスが溜まった時に必要とするメンバーはという質問を受けたことがあります。その時に、シュガ、J-HOPE、RM、テテがジミンと答えました。シュガは、悩みを落ち着いてしっかりと聞いてくれるといい、J-HOPE は、ジミンは防弾のおもちゃですと回答しています。ジミンは、辛い時に一番助けてくれたメンバーという質問でも、メンバー内で1位になっています。涙を見せているメンバーに寄り添っているジミンをよく見かけますが、メンバーが辛い時放っておけない優しい性格の持ち主なのでしょうね。パリの公演の時にテテが風邪をひいて、ライブ中に声が出なくて泣いている時も、ジミンはテテを常に気遣い、彼の気持ちを察して抱きしめながら頭を撫でていました。テテがライブのためにいろいろ準備して努力してきたことは、ジミンは間近で見てきたので、彼のもどかしさや悔しさは痛いほど分かったでしょう。少しでもテテの気持ちを軽くしてあげようと、肩を組んで一緒に歌い、テテを元気づけているようでした。2018年10月9日ロンドン公演で、ジョングクがライブ直前に足に怪我をしてしまい、ライブには参加するものの、椅子に座ってとなりました。ジョングクは、この状況が辛くて、ステージに背を向けて涙を流してしまった時、すぐに気づいたジミンは、逆方向のジョングクのところへ走って駆けつけ、励ましていました。ジョングクの座っている椅子を回転させて、背を向けていたジョングクの姿がアーミーに見えるようにし、ずっとそばにいて頭を撫でていました。メンバーのことを常に気にかけているジミンだからこそ、ジョングクのもとへすぐに駆けつけ寄り添うことができたのでしょうね。2016年11月12日のライブ終了後に、テテが最愛のおばあちゃんが亡くなってしまったと、ステージ上で涙ながらに報告した時も、ジミンは、頑張ってよく言えたねと言わんばかりの表情でテテを抱きしめる姿を見せています。また、テテはお父さんを尊敬しており、お父さんもテテの頑張りを応援していますので、よく会場へ駆けつけることもありますが、なかなかお父さんを見つけられないテテに教えてあげているジミンの姿も映像がありました。テテはお父さんを見つけることができ、とても嬉しそうな笑顔を見せています。ジミンはどんな時もメンバーの気持ちに寄り添い、メンバーの望んでいることをサポートしてくれています。テテが会場からお父さんを探してると、ジミンが先に見つけて、あそこにいらっしゃるよと示すんだけどテテ気づかなくて、ジミンが友達の親でもきちんと指を揃えて示しているのがすごく素敵。ボンボヤージュのハワイ編で BTS メンバーが海外旅行をする様子を収めた映像シリーズで、テテがジミンに向けた言葉がとても感動的でした。そして、ごめん。いつももらってばかりで。僕がトイレで泣いていたら、一緒に泣いてくれて、夜中にこっそり出て一緒に笑ってくれて、気遣ってくれて、考えてくれて、僕のために努力してくれて、理解してくれて、悩みを聞いてくれて、とても足りない友達を好きでいてくれて、これからも長く一緒に花道だけを歩こう。愛してるよジミナ。この言葉をジミンに伝えながら、テテは涙を流しました。辛かった時のことを思い出したのか、ジミンへの感謝の気持ちが溢れたのか、この二人の友情に多くのアーミーは胸が熱くなりました。ジミンがどれほど親友テテの支えになっていたかがわかりますね。2016年5月8日に行われたソウル公演で、シュガがライブ会場で両親を見つけ泣き崩れてしまった時も、そばにいて背中をさすってあげたのがジミンです。あまり号泣する姿を見せないシュガですが、両親の姿を見て、いろいろな感情が溢れ出し、涙を抑えることができなかったのでしょう。テテやジョングクに対する慰め方とはまた違い、ヒョンに対する敬意を持ちながらも、そばで寄り添ってあげています。
アーミーに優しいジミン。最後は、何と言っても、ジミンのアーミーに対する優しさです。彼は常にアーミーのことを考え、たくさんの愛を与えてくれます。K-POP アイドルは、よく、ファンと交流を持つためのサイン会などを行っています。その競争率は、とても高く、トップスターの BTS ともなると、彼らに会うことができる、そのチケットを手にするのはとても大変です。苦労して、そのサイン会に参加することができたアーミーが、ジミンにこう伝えます。私の目標は、1年以内に、ジミンの記憶に残るファンになることです。でも今はとてもファンが多いのでそれは難しいと思うけれど、私は目標を達成できましたか？この問いにジミンは、半分はと答えました。まだ努力が足りないと思ったアーミーは、私は今年もっと頑張ります。と伝えます。しかしジミンはこのアーミーの発言を聞いて、いいえ、私がもっと努力しなければいけないようです。お姉さんはよく頑張っているので、私の努力が足りないようです。と答えたそうです。何百万人とファンがいる彼らが、一人一人、ファンの顔を認識するのはとても難しいと思います。しかし、彼らに必死の思いで会いに来てくれたアーミーに寄り添った素敵な回答ですよね。この言葉がすっと出てくるジミンは、本当に純粋さと優しさを持った素敵な男性だと思います。メンバーから見たジミンの性格は？次はメンバーから見たジミンの性格をまとめてみました。ジン。可愛く飛びかかってきて、子犬に飛びつかれる気分。優しくて、頼まれると断れない。優しくて可愛い餅みたいな男。いつの間にか近づいてきて、ベタベタしながら愛嬌を振りまく。腹黒い。シュガー。ヒョンたちによく従う。どこへ行っても嫌われる性格ではない。常に一生懸命な、情熱的で諦めない男。末っ子ではないが末っ子みたいで愛嬌があり可愛らしい。弟みたいな存在。常に最善を尽くそうとする姿が魅力的。J-HOPE。優しくて、ヒョンたちの言うことをよく聞く。自分の仕事は必ずする性格。僕のことを一番好きで、僕に対する忠誠心が強いとても良い性格。赤ちゃんみたいで可愛い。本当に優しい。他人のことをよく考える弟。兄のようで弟のような感じもする。練習生の頃からとても真面目で彼の成長する姿には感動する。RM。基本的に優しくて従順で思いやりがある。思ったほど気が弱いわけではない。努力家。負けん気が強い。誠実な人。ジミンは僕が言うことをよく聞いてくれて本当に優しくて良い弟だ。柔らかいふりをしたナイフのような男。てて、かわいい。カッとなることがひどいだけで、優しくて頼もしい友達。一番話をたくさんしているし、悩み事があれば、一番最初に打ち明ける友達。何をするにも一生懸命。僕は途中で練習をやめたくなるんだけど、ジミンは絶対に諦めない。チョングク。努力家で、AAA 型で、気弱だけど厚かましくて、負けず嫌いだ。照れ屋で、魅力にあふれている。見た目は弟だけど実はヒョン。皆が口を揃えて言うのは努力家ということですね。振付師のソンドゥク先生も、ジミンについて、ジミンはいい意味で欲張りです。練習の虫です。今も歌の練習を本当にたくさんしています。自分に足りないものを補おうと練習します。残って練習もしています。と話しています。舞台上での魅力は全世界のアーミーを虜にする力を持っていますが、それは彼の絶え間ない努力が生み出したものなのですね。まとめ。今回は BTS の魅力担当ジミンについてご紹介しました。彼の歌、ダンスの素晴らしさはもちろんですが、
人柄の良さも知れて、もっとジミンのことを好きになってしまいますね。ジミンが常に笑顔でいられるように、全力の愛で応援しようと思います。